担当取りっていうのがあるので、武器取りっていうのをちょっと面白い技術をちょっと体験していただこう。よろしくお願いします。ここまで消えてもいいんですけど、どこでもこんにちは、空手広告です。今回も東北最大の会員を有する合気道新武連成塾、道場長合気道の達人白川先生と、お届けしたいと思います。本日もよろしくお願いします。ですね、今回はですね、ちょっとやっちくんチャンネルのモロパクリじゃないですけど、もう完全に、白川先生に全振りしちゃって、白川先生のなんかおすすめくださいみたいなおすすめありますね。本当ですか。最初はやっぱり胸ぐらだったり基本的な技、そして2回目は投げ技、で合気道ではピシッピシッピシッ、これが担当取りっていうのがあるので、武器取りっていうのをちょっと面白い技術をちょっと体験していただく。よろしくお願いします。それこそ先日北川先生とのコラボでちょっとだけナイフがあったんですけど、僕全く武器の練習の経験がないんですよ。なんでもう本当武器術もうど素人もいいところなので、ぜひよろしくお願いします。担当といってちょっとやっぱナイフとは違うんですよね。1回でこう突き刺して殺すみたいなので、担当ナイフ術はこういう感じがあって、担当でこうやったり突き刺す動きに対してっていう技なんですね。こうやってフェイントするものとはちょっと違うんですよ。じゃあぜひ覚えてちょっと担当、日本の昔のあれですね。そうですね。昔は担当させてやってました。ちょっと見せますね。完成形どうなってほしいか。今日コンケスでどうなってほしいか。ちょっとこっち側がいいのかな。突き刺す体勢。ここまで体勢。ここまで。いや、なんかここまでっていうレベルが高くないですか。先生だったら投げて担当はそれで終わりじゃなくて、相手をうつ伏せにしてしかも手首を決めて担当を外すっていう。なんか思ったよりもレベルが難しいです。お願いします。いきなりこう担当を使わないで、なしでちょっと順に説明していきますね。ちょっと左から右ですついてきますよね。まずこっちの手で受ける。で小手返しって言うんですけど、小手をここまでちょっとやってみましょう。こっちでこちらで、これどういう意味のその運足というか。あります。まず当たらないところ重要ですので、本来は大きく動きたいんですけど、担当の場合なるべく最小限の動きなので、まず当たらないのにこう入りたいです。一歩入るとこれだけで、そうするとこう突きが当たらなくなるので、大事なのはこうついていく拳だけを見るんじゃなくて全体を見るようにすると突きじゃない時とか避けれるように。まずここまで。そうです。いいですね。そうです。これってやっぱこうっていうよりはこう受けた方がいいんですか。こう受けて、外すと遠くなっちゃうので、そうです。上手です。そしてこのまま手をつかせる。手を反対手でこの足でこの前に入った方が前に行った方が早いので、正解。いいですか。いいですね。素晴らしいです。そうです。大丈夫ですか。いいですよ。不完全なところがあったらもっと話していってもいいですか。
こういきます。そしたら軸手ってありまして、軸になる手はこっちなんですよ、右手最初持った手、ただそうすると片手でも持ってるぐらいちゃんと持ってないといけないです、ですのでもう一回いくと手を返すんですけど、大事なのは最初はこっちの手なんですよ。投げた後にそのまま入った後にこうしっかり持っています。そう、この手を担当を持ってるのでこのまま離さないようにこっち側に、こっちです。はい、こっちこの方向なんですね。そうそうそう、大丈夫です。ああ。そうです。本当は担当持ってなければですね、すぐ早くうつ伏せにさらに今度はこっちの肘を持っていくと早くいくんですけど、物を担当持ってるのでこっちをずっと持ったままこういうふうにかかないといけないっていうコツがあります。そうそう、なんですね。でそれをですね、もうなんかできそうな感じですね。できそうな感じですね。早いですね。こうしてこっち持ってるからそのままで関節決めたいので、じゃあこう密着させて乗せながら手首でも決めながらこうやってください。表でこっちに。そうです。あ、いいですね。もうできちゃいますね。できてますね。あ、本当ですか。ただちょっとやっぱ素手と担当あるので全然怖いですね。距離感怖いですね。なんかさっきまで、この辺まで来てからさばきゃいいかってやったんですけど、そう急に間合いがさっきと思うと今持たれた瞬間に多分ちょっと早すぎたんですよ。こっちのが数センチ。やっぱこうリーチ伸びます。そう、なんか5センチか10センチ多分早く動いたってさっき。なんか5センチか10センチ多分早く動いたってさっき。怖いですね、やっぱり。このぐらい取らないといけないですね。いいですね、上手ですか。いいですね、上手ですか。反対、本当はこっち側で右利きの人が右をするとよくできます。あと、うつ伏せの力がやっぱ先生やられました？やってましたこのうつ伏せの。あ、本当なんか上手ですよね。それがなかなかできないってなってるんです。あ、本当ですか。体重との商品じゃなかった。商品似たやつはあったんですけど、ただこっちのこう引くとかはでも今感じますね。これじゃあもうちょっと思いっきり長くなるので飛び消せるので、本気でバーン投げてもらっていいですか。やっぱちょっとあれですね。早くやろうとすると技がすいません荒くなっちゃって。でもいいですね。こうちょっとやっぱ担当があるとちょっと焦っちゃってあれですね。あれなんですよね。でも小口先生よかったですよ。荒くなってる気がします。入れてるの。いいかも。
ちの方が早いですよね、ちょっと。でもどうですもう完成で。いやー、なんか感じもこっちはなんかそうですよ。なんかまだ納得いってないから素晴らしいです。いいですね。ありがとうございます。でもやっぱ持つと持たれないのと全然やっぱ違いますね。どうしてもこらえて反応しないと、普通の月と違うんですよね。全然やっぱ違いますね。もうなんか今持ってるって分かって、後半を対応してたんですけど、それでもここに来る多分本来この辺でパッて避けるのが理想の多分取り位置なんですけど、なんかこの辺で反応しちゃうんですよ。でもいや初めてほとんど練習しないでここまではないですよ、なかなか。本当ですか。ね、なんかね、難しい、すごい。そしたらちょっともう一回じゃあ大きな人になる。ああ、そういいな気がする。はい、入ってるのでいい。そうですか。すごいね、やっぱね。小手返しで今もいいですね。この感じがどっちかというとこの返しに近かったです。こういう返しに近かったですね。本当それの方が効くんですよ。はい。自然とできてます。ありがとうございます。早かったらもう一個やっちゃいますけど、小手返し。右じゃあおっついてるから、こういう感じです。ゆっくりやってもらっていいですか。少しだけひねって肘を取れられる。これは危ないですよね。あ、そうですね。どう受けました。ちょっとやりましょう。左の方が見やすいのかもですね。少しだけ払います。回りは回るほどいいんですけど、結構こう回りにくいので、払う、巻き込んで腕全体、巻き込んで腕全体、逆の肘を伸ばすですっていうような。こうはい、外側にこうして、あとはこう巻き込んで腕を伸ばす。そうそう、あとは思いっきりしたい。これってこっちに手をはい、そうです。返します。ながらこう。そう、あ、効いてますね。これ一番効きますね。さっきの小手より効いてます。これ痛いですよね。危ないですよ。向こうですよ。で、ごめんなさい、ちょっと取るんですよ。これがですね、面白いのはどこでもいいんですよ。結局回らなくてもっていうふうに入ってもいいし、ここが曲がってからこうしてもいいし、どこやってもっていうふうに脇で締めてやればいい。全然いいですよ。なるほど。ですからちょっとだけ持ってて、手がどっちに曲がってもいいからパーンってやっちゃうんですよ。今だとちょっと全然効くんですよ。体重全部バンとかけられちゃうから。それは肘の内側でも逆関節でもいいから、とにかく少しでもひねってパーンってやればいいんですよ。へえ。そうですね。小池先生と相手でやると怖いですね。パーンって壊せるぐらい。刺す感覚が優しいです。白川先生は若干殺意。嘘です。いや、すごい強烈なんですよね。ですね、これはちょっとなんか変な方向でやられて、ポキっていく。ひねればいいってわけじゃなくて、ひねんなくても抱えるだけでいけるんですよ。こうね、決まってます。曲がってるのに決まるんですよ。へえ。だから相手の突きに対してどういう突きでも、横でもフック系でもいいんですけど、どこでもいいんですよ。どこでもいいんですよ。で、密着する。ひねってなくてもいけるんですよ。今袴で司会を思われても何がどうなってるのか。逆技危ないです。逆でもいいし、肘でもいいので、引っ掛けて体で決める。意外に決まってなくても倒れちゃうっていう、なんかやられてみて。さっきの最初のと同じなんですよ。これ完全に決まってなくても同じで、突きに対してほら決まってなくて倒れちゃう。へえ。
これは覚えるまで短くていいですよね。はい。選択肢としても肘後ろプラスで合わせると。なるほど。いいかも。さあ、小池先生覚えたら危ないですね。大きくて強いので。とんでもないです。ありがとうございます。こんな感じで。はい。いや武器術は難しいけど、なんか今教わったやつはできそうな気がしました。そう、武器術のポイントはシンプルがいいんですよね。こうやってこうやってっていうのは絶対使えないよね。試合でもあるんです。試合とかの技術も実はなるべく、最初の理論がこうでも、なるべくそれをシンプルにシンプルにシンプルにして、もうこうすればこうなるっていうのを体系化するのが大切だったりするので。そう、試合とやっぱそうですよね。担当もやっぱなるべくシンプルじゃなくて結局使えない。そう使えないっていう。なんかちょっとだけ共通点が今話してて、そこはよかったです。はい、ありがとうございます。でも小池先生抑えるのが上手でびっくりしました。本当ですか？全然できないですみんな。そうなんですか？相手をやってる人のこれが一番苦労します。投げは簡単にできるんですけど、投げた後のコントロールですよね。ありがとうございます。素晴らしいです。あれですか、中野先生といえ褒めの達人。本当にそう本当にできないですか？本当だ。素晴らしいです。はい。特にやっぱ打撃の人は苦手ですよね。なかなか基本的なこと普段やらないですよね。確かに。自分ももう少林寺と柔道をやめて20何年経つんで、久しぶりにやってる感じは。その感覚が生きてるのかもしれないですね。確かに4歳から18歳までやってたんですよ。投げる感覚って1回失われても自転車乗るのと同じで、1回やったら覚え出すんですよね。そうです。ちょっとその頃のやつが役になった立ってます。感覚って財産なので、なかなか経験できるものではないので、身につけた感覚ってなかなか忘れないですよね。ありがとうございます。ちょっとだけ軽くいいですか？はい。少しで常にはい。そうですか。はい。今回の蹴りでやってはいけない蹴り方3点は、こちら。1つ目、すねの下部で蹴らない。2つ目、背筋で蹴らない。そして3つ目、足首をテイクスさせないです。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。この後は概要欄にある白川先生の合気道新部練成塾チャンネルをクリックして、ぜひ今回のコラボ動画を見ていただきたいのですが、先生でも定番のというか先生のチャンネル、ぜひここ一押しもよかったら。そうですね。合気道新部練成塾が合気道はもちろんのこと、他の先生方から武道美術について詳しく学んでますので、ぜひ皆さん見てください。ぜひ見てください。なんなら本当白川先生の本当にいろんな競技にチャレンジする姿とかも絶対お学びになると思いますんで、ぜひその部分も見てみてください。日頃僕のチャンネルでは見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜18時に投稿していますので、見逃したくない方はいいねボタンとチャンネル登録して空手家ゴースの YouTube 道場で一層強くなりましょう。ありがとうございました。